おはようございます。現在文具沼に頭から飛び込んで、スケキヨ状態の、阿部義俊です。ですね、やばいことにボールペンに興味が出てきました。ボールペン、もともとはだからシャーペンから始まって、万年筆に興味が出て、絵が描けるような細い線の引ける万年筆を探すみたいなことで、いろんなペンに手を出していたんですが、ボールペンを避けていたんですよね。もともとはだからボールペンで絵を描いてる人もいるし、ボールペン自体も非常に細い線が引ける、ペンがいっぱい出ていて、決してその絵が描けないわけじゃないんですけど、書き味的にどうしても自分の描き方のせいなのかもしれないですけど、ボールペンの線ってどうもふにゃふにゃと、万年筆とかあるいはGペンみたいに金属のペン先が紙にグッと刺さるようにめり込んでずっと線を引いていくようなパッという滑らかさじゃなくて、ボールが、インクの紙の上をインクをビチャッとつけている状態でコロコロ転がっていくっていう、何かちょっともともとガチャガチャした線なのに、それでも線のエッジが微妙にガチャつく感じとか、線の入りと抜きがあんまり綺麗にいかないようなところが、どうにもともと入りや抜きが汚いにもかかわらず、それが気になってしまって、ボールペンにあまり興味が出なかったり、あるいはある程度値段のするボールペンなんかでデザインの素晴らしいものがいっぱいあるのは分かっていたんですけど、でも結局ボールペンってなんていうか、この軸がどれだけ特徴的なものであっても、結局中に入ってるこのボールペン芯というか、リフィルが結局書き味を決めていて、いろんな例えば海外製のボールペンみたいなものを買っても、結局もちろんそのペンのメーカーが出しているボールペンのインクがそのボールペンに合っていたりする場合もあるんですけど、でもリフィルは日本が非常に優れていて、有名なところでいうとジェットストリームとかアクロインキとかみたいなものが有名で、今これはモンブランのボールペンですけど、これはモンブランは独自規格でモンブランのリフィルしか入らないんだけど、このアダプターを挿すことでジェットストリームをモンブランの中に挿すことができたりして、こんなこと始めてしまうと、結局ボールペンって何を買ってモンブランのボールペンを買ってみても、いやそれでモンブランのリフィルを使えよって話ですけど、値段高いですし、で結局書き味を比べても好みの違いはあるんですけど、でも割とやはりジェットストリームとか日本のインクが優れていて、で結果的に海外のものを買ってもインクのリフィルを日本のものに入れ替えちゃうと、どれも書き味同じになっちゃうような気がして、であまり興味が湧かなかったんですよ。で最近また僕の情報源が全て YouTube ですけど、 YouTube の動画で、仕事の小道具さんっていうYouTube チャンネルで、ボールペン大好きな方がいろんな、海外メーカーの、国内もそうですけど、いろんなメーカーのボールペンを、ひたすらレビューしていて、それがすごい面白くてそれを見てるうちに要するに僕が今説明したみたいな、結局リフィルを入れ替えちゃったらどれも同じじゃんっていうのは間違っていて、やはりこの、ペン自体の重みであるとか、この重量のバランスであるとか、それは万年筆もそうなんですけど、この握り心地とかそういうものによって書き味が変わってきたり、さっき僕が言ったみたいに、ジェットストリームとかの最近のサラサラした日本のインクが書きやすいじゃんって言ったんだけど、でも逆に昔ながらの油性の、ボールペンのちょっとねっとりしたようなインクの書き味が好きだったりする人もいて、で実際確かにちょっと書き比べてみると、それはそれで面白かったりするんですよね。そんなようなことでボールペンに興味が出始めました。最初は今日本で出てる簡単に手に入る100円200円のボールペンの書き比べみたいなことをしたり、この間やった、これかいろんな黒いインクが出てるユニボールワンかみたいなボールペンとか、これが僕3種類の黒がって言ったら、よく見たら6種類入れていて、それも間違えちゃったんですけど、とかですね。あとはこれなんかもそうだけど、これもいずれちょっとまとめて1個動画作ろうと思ってますけど、オートっていう、あんまり自分は文房具屋でバイトやってた時期がちょっとあったりするんで、名前だけは知っていたりするんですけど、あんまり
有名ではないというか、その一般的にそのよく知られているそのパイロットとかその三菱とかに比べると知名度的にはそんなに高くない文房具のメーカーなんですけど、自分のところでそのインクのこのリフィルとかペン先を作っていたりして、技術的にも非常に高いし、これとかだからそのみんな値段がバグってるって言うんだけど、このペンとかそのちょっと見た時にそれなりの値段がしそうじゃないですか。でもこれ550円なんですよね。このセルサスとかももう書き味も最高だし、その見た目も非常にいいしですね、めちゃくちゃいいんですけど、これも多分1000円ちょっとぐらいなんですよね。というその、オートであるとか、今ボールペンの枠に入れちゃうとこれ失礼だな。この間レビューしたパーカーのフィフスであるとか、フィフスはでもちょっと別枠にしておく。これはボールペンではないので、第5の筆記具なんでね。で、一つはだからそのボールペン、そのリフィルが同じだったら同じになっちゃうじゃんっていうのはまあ間違いで、やっぱりそのペン自体のその軸が持つそのパラメータみたいなものによって書き味がだいぶ変わってきたり、あるいはだからその同じこのペン軸の中にそのいろんなメーカーのリフィルを入れてみたりすると書き味が変わったりして、万年筆でいうといろんなメーカーのインクを入れてみるみたいなところとちょっと似てたりするんですけど、自分なりのカスタマイズができたりして、そこがまた面白かったりして、でちょっと、やっと本題ですけど、そんな中で偶然見つけたのがアントウという、ブランドなのかな、のボールペンで、これがですねデザインも非常に洗練されていていいですし、金属のずっしりした重みがあって、でここに溝があって中に入っているリフィルが見えるんですけど、これどういうところに特徴があるボールペンかというと、これは今現存しているリフィルの全部じゃないですけど、かなりの形が全然違うリフィルも含めて相当な種類のリフィルが、この1本で使えるという変わったボールペンです。現在これ何入れてたっけ、ジェットストリームかな、なんか、を今入れてるかもしれないですけど、これがですね、なんかいろんなメーカーのいろんなリフィルが、ホイホイと入るという、どういう仕組みになってるかっていうと、キャップを閉めるじゃないですか。でキャップ自体はマグネットでパチッとつくんですよ。でついてる状態で、ひねるとこいつはリフィルをなんていうかここにリフィル挟んで、ここのペン軸をここでネジでこう回していくと、自然とここがキューッと締まって、こいつをこのペン先のパーツを、ここでどんな形のやつであろうと、ペン先のこの部分をグッと挟んで止めてくれてるわけですよ。で止めてガチッと固定されて、でこれで固定されましたと。そうするとここでもうこの3つの溝でこのグッと挟み込んでるんで、リフィルが非常に安定していて、どこのメーカーのボールペンでもボールペンのリフィルでも、全部じゃないんですけどでも入りますよという非常にいいボールペンで、これのおかげでそのリフィルをいろいろ入れ替えて遊んでみようみたいな、なんか自分の楽しみが増えたっていうか、なのでこれはいいボールペンに出会いました。今言ったみたいにこれの特徴は、もう何と言ってもいろんなメーカーの形が全然違うリフィルがここにいろんなものが入って、いろいろ試せるっていうことと、リフィルによってはこの普通の売られているボールペンはよくあるのは、パーカーの G2 の規格なんかだと汎用のいろんなメーカーに使える互換性の高い規格であるがゆえに、リフィルが完全にガチッと固定しきれなくって、よくこうペン先がこれはしっかりしてますけど、書いた時にカタカタとしちゃうものが、結構あってですね、そのあたりが書き味に対して、個人的にはペン先にぐらつくの非常に嫌いなんで、それはあんまり良くないと僕は思うんですけど、それがなんか書いてる感があっていいという意見もあったりするんで一概には言えないですけど、僕はちょっと苦手で、その点で言うとアントウのこのペンはもう力技でグッとここで挟んで固定してるんで、全くブレないんですよ。これはね、ちょっと全部のリフィルで試してないんで分かんないですけど、基本的にはここで固定してるんで、もう有無を言わさないわけじゃないですか。なのでこれ多分どのリフィルを入れても相当安定すると思うんですよ。なのでこれは筆記が非常に安定しているというところは
いいとこかなと思います。で、あとはこのデザイン的にそのどのリフィルが入ってるのかがいつもここで見えてるっていう。で、こういう2枚入ってるやつみたいにそのリフィルのその軸の部分が透明だったりするとインクの残量も分かるというあたりも、非常にいいです。なので、ちょっと値段がそれなりにするんで手放しでおすすめってわけにもいかないですけど、自分はちょっと奮発してこれは買ってみて非常に良かったですね。で、これが初期型でなんか第2弾というかその改良型ってわけではないんだろうけど、これの軸がね丸みを帯びてるタイプもあってかなり迷ったんだけど、なんか最初に出てるこっちの方がなんかはっきり主張があって、その丸みを帯びてる方がちょっと可愛いんですよね。こっちの方がなんかゴツゴツしていて好みだったんで、その初期型の方にしました。これとちょっと短いタイプがあって、短い方もちょっと手帳に刺したりするのにいいかなと思って惹かれたんですけど、短いとここに入るリフィルの数がちょっと種類が減るんですよ。長いやつは物理的に入りきらないんで。なので僕は長い方にしました。なんかいろいろちょっと入れてみるか。こいつのために新品を開けるのあれなんで、ちょっと僕は手帳に書きたいんで、その細いリフィルを探してたんで、太いリフィルはあんまし好みじゃなかったんで、そのあたりを太いリフィルが入ってるやつを引っこ抜いていたりしたんで、ちょっと例えばこいつはフィオレンティーナだから 4C か、ゼブラの 4C 互換か。こういう細いのは入らないのかな。意外と入ったりするのかな。あ、ここでカチッと止まる。これはいけそうだ。全然いけますね。ブレも全くなくて、いいです。見た目ペン先はこんな感じで、これはまたちょっと長さが違うやつでいってみましょう。これもここのペン先でグッとちゃんと止まる。いけそうですね。どのそのリフィルがいけるのか全部ちゃんとこの製品サイトにちゃんと書いてあるんで、それを見ればいいんですけど、今ちょっとそういう資料なしで適当に、家にあるリフィルを適当に入れてみてますが、もちろん安定していて、というわけでこいつのおかげでリフィル遊びがめちゃはかどるんですよね。でこれのおかげでだからボールペンはいろいろ試せるぞと思ったらボールペンにがぜん興味が出てきてしまって、これ今入ってる袋と実際のリフィルが違うというか、要するにこれを引っこ抜いて今これの要するにボールサイン ID のリフィルを何かのボールペンに今入れてるんですよ。というわけなんでこの袋と今入ってるやつが違うんですけど、ただ大きさは同じやつ入れ替えたんでね。なのでそれこそ一番メジャーどころのよいしょ、これもこれとは違うよね。パーカーのこれこそG2 の互換かな。これはオートのリフィルですけど、こいつは通らないか。あれでも G2 は通るはずなんだけどな。通らないものもある。これは文字通りパーカーの、G2 です。これはさすがにメジャーなところだから入ると思うんだけど、これ入らなかったらあれだな。そうなのか。G2 は入んねんだ。むしろじゃあちょっと細いタイプのやつが、入りやすいんだ。これが入ったんで、もうなんか大抵のものは入ると思ってしまった。今ちょっと撮り直しています。一回動画撮り終わった後で G2 規格が入らないわけないよなと思って、改めて試してみたら、G2 規格のパーカーの、一番普及しているリフィルですね。入りました。失礼しました。自分の勇気が足らなかった。ここで結構強く引っかかるんで、あれ入んないのと思って諦めてしまいましたが、グッと入れれば入ります。で、これはパーカーの規格に関してはなんか行き切っちゃうんで、ズボッと、これだと当然出過ぎっていうか、そもそもキャップ閉まんないんで、ここから戻してギリギリまで戻して、でこうかな。だから最初にやるときだけで書いてみて、OK。さっきはちょっと出てる状態で閉めちゃったら書いたときにガクンといったんで、一番これ以上は力を込めても引っ込まないっていうギリギリのとこまで行ってからキャップ入れてグッと締めれば、これでもう安定して全くぐらつきもなく筆記できます。よかった。
そうですね、パーカーの G2 が入んなかったらだいぶ幅狭まっちゃうもんね。よかったよかった。なんか変なこと言ってまた後でごめんなさい動画を撮らなきゃいけないとこだった。パーカーの G2 が入るってことは、それと、互換性のあるオートのこのニードルペン先も多分、じゃあ勇気を出して食っていけば、入る。でやっぱりここに出過ぎちゃっているところで、さっきみたいに固定すると書いた時にガクっていくんで、ここから、ぐーっと引っ張って、これ以上は戻んないよっていうところまで戻してから、だいぶ慣れてきた。こりゃでも、改めてこいつはマジでよくできてる。いいね。とこのオートのちょっとペン先自体が今ちょっとインク出なかったですけど、で筆圧をかけても全然ガクッと引っ込んだりはしないで普通にかける。でペン先もガタつきゼロで、完全に安定してる。いいですよかった。オートなんか使わないで他のに変えたけど、オートのペン先細いし、これいいんじゃねえの、これでもいいな。っていうようなことで、そしてそのね使ってるリフィルがここからいつも見えているということでした。多分動画の途中にこれをバッと挟むと思うんで、元の話に戻ります。では。はい。このアントーのボールペンについてちょっと三度、ちょっと追加の情報ですけど、パーカーの互換の G2 の規格のリフィルは、普通に入ることが分かったんですけど、その互換リフィルの中でもこのオートの、ニードル、ペン先みたいなタイプのやつは、入るんですけど、引っこ抜くときにこのプラスチックみたいなその軸にペン先だけ金属になっているタイプのやつはもしかするとそうなのかもしれないけど、刺すじゃないですか。刺さるんですよ。でちょっと引っ張ってここで固定しましたで固定できるんですよ。だけどこれを引っこ抜くときにほらわかりますかね。ペン先を中に引っこ抜いて置いてきちゃうことがあって、これをうっかりしておくと、ここからインクが、油性なんで粘度が高いのでここからこぼれてくることはそうないですけど、でもなんか汚しちゃうかもしれない。今僕も手汚したんで抜くときにちょっと気をつけないといけないかもしれないです。だから相当のリフィルは物理的に入るけど、多分メーカー側も世界中の全てのリフィルをチェックしてるわけじゃないんで、パーカー互換は入る、ものがほぼ入ると思うんですけど、中にはこういうふうにプラスチックの軸でペン先だけがこういうふうになってるタイプのやつとかを同じように、これは、だけどこのペン先自体がこの引っ張った時に引っかかる部分がないので、これは全然大丈夫なんですよ。だけどこのオートのやつみたいに、ここがちょっと太くなっていて、でこの軸とここは辛い位置というか同じ太さなんだけど、でも爪でこう触ると分かるけどちょっとだけこっちの方が太いんですよね。なので、ここで金属のパーツがこうグーッときた時にこいつをこのペン先を引っ掛けてスポッと引っこ抜いちゃうことがあるんで、ちょっと注意が必要です。なので大体のやつは入るけど、中にはだから多分メーカー側も作ってる側も全部のリフィルをチェックしているわけじゃないと思うんで、こういうふうに、刺さるんだけど注意が必要みたいなやつもあるのかもしれないです。そういうのも含めてちょっとこれにいろいろ刺してみるのはちょっと面白そうなんで、僕個人はなんでしょうね、これはめちゃくちゃいいボールペンとか当たりいいやつを買ったぞっていう気持ちは変わらないんですけど、今みたいなこともあるかもしれないんで、自己責任でいろいろ注意深くやりながらいろんなリフィルを試していくといいのかなっていうことでした。というわけでもう一回動画を、本編に戻ります。では。これはさっきのと同じかな。これもこれとは違う。シグノの 0.28 を何かのペンに入れて、もともと入っていたゼブラの 0.5 を、抜いてますね。これは大丈夫で入る。もうペン、よいしょ。ペン先がぐらつかないはもう絶対間違いないですね。というような感じで、非常に
なのでこいつでいろんなリフィルのテストをしつつ、いろんなメーカーのボールペンをちょっと買ってみたりするのも面白いかなと思いました。ということで、アントーの動画ちょっとなんか改めてもう一本ちゃんとしたやつを作りたいな。非常にボールペンとしては自分がボールペンにもいろんなものに興味が出すぎですけど、出るきっかけになったアントーのボールペンです。ただこいつも、手放しで全部いいとこばかりじゃなくて、そうだな、欠点というか自分の中で気になったポイントでいうと、一番は、この非常によくできたデザインなんだけど、キャップをランダムに刺すとですね、ずれるんですよ。要するに八角形なので、これは合ってますよね。合ってる、合ってない、合ってない、合ってる。なのでここが多分3つはめ込み式になってて、こっちもだからキャップが、3つ溝が切ってあって、なので八角形だから3で割れないんで、ランダムに入れると3回に1回しかここがピシッといかないんですよ。辛い位置になってくれなくて、そこがちょっと辛い位置になってる時でもグッと締め切るとちょっとずれる感じがあるな。これはもしかすると刺すリフィルによってちょっと違うのかもしれないですけど、ここがちょっと、気になったポイントかな。これは何かもうちょっとうまくやることで、それこそこの溝を4つにするとかね、で、常にバチッといくようにしてほしかった。そしてぴったりか。あとはこれリフィルを見せたいからなのか、クリップがつかないんですよね。なんかそうだな、クリップ多分ちょっと売ってるかどうか今調べてないけど、多分ないと思うんで、ここにリングがついてるんだけど、ここに紐とかをつけるのかな。そういう使い方をしてもいいかもしれないけど、これはデザインとしてはなんか面白いんだけど、クリップないと手帳に刺せないので、そうだな、なんかちょっとそのクリップ欲しいなと思ったりはします。ただ軸もちょっと太いんで手帳向きじゃないかな。あとはこの決して握り心地悪いわけじゃないんですけど、この溝が親指のところに来るか来ないかで、ちょっとその握り心地が、違うということと、大体のボールペンってペン先に向かうに従って細くなってるじゃないですか。で実際この握りの部分がちょっと太くてペン先はちょっと細いのがスタンダードで、なんでみんなそうするかっていうと、それが握りやすくて書きやすいからなんですよね。なのでこの根元までスパッとこの太さの変わらない軸は、それをこのキャップのデザインを考えると、これが見た目的にはスマートで美しいと思うんですけど、握り心地的にはもうちょっとここが細くなってくれてる方が絶対書きやすいとは思います。ただこれがじゃあなんか書きづらいかっていうと、そんなことはなくて、普通に書けるんですけど、でもちょっとそうだな、握り的にはちょっと細いのが大体細くなってるじゃないですか。中にはこういう反逆者みたいなやつがいますけど、こいつもこの角度で見たらわかるかと思うんですけど、三角になっていて、これは三角でここを持つとラミーのサファリとかと同じように、その握りが安定するんですよね。なのでこれをこういう形にしていて、それ以外のボールペンは多かれ少なかれこういうまっすぐストンとしたデザインのやつでもペン先に行くに従ってちょっと細くなっていて、で細くなっているおかげで、その視認性が高いというか視界が広いんですよね。で視界の広さに関してはこいつは先がぐっと細くなってるんで、決して視界が悪いわけではないです。ここがちょっとなんだろうな、ちょっと視界を塞ぐっちゃ塞ぐけど、決して見ていて何か気になるようなあれではないんで、そこは、別にそんなに気にならないです。そういう意味ではあまり欠点が見当たらない。一番大きいのはやっぱこれですね。3回に1回しかパチッといかないっていう。という、アントーのボールペンと、こいつのおかげと、あと仕事の小道具さんの YouTube のおかげでボールペンにがぜん興味が出てきましたよと。あとはそうですね、もともとの万年筆興味持ち始めたその原因の一つとして、もらい物のモンブランをほったらかしにしていることに気づいて、それにインク入れてみて、なんか書いてみたりしたのがちょっと出だしだったりするんですけど、同時にそれセットでついていたこの、モンブランのボールペンもさっき見せたリフィルアダプターのおかげで
いろんなメーカーのボールペンが刺さるということが分かって、で、結局ジェットストリームなんですけど、ジェットストリーム入れたら、この間まではハイテック C の 0.4 を入れてたか、だったりするんで、ちょっと細くて日本のちょっとサラサラとした書き味の、ボールペンが入れられたりして、で手帳にこれはいつも刺していて、ちゃんと机に座って落ち着いて書くときは万年筆を出して、もう急いで何か書きたいときはこいつを使って書いているっていう感じです。なのでボールペンはボールペンで実際ボールペンも書いていくとなんか書き味楽しくなってくるんですよね。その万年筆がやはり好きは好きなんですけど、手軽だし、っていうようなことでボールペンが面白くなってきたりして、ますます、大変という話でした。そして安藤のこのボールペンは、個人的には非常に素晴らしくて、これやったなって当たりを引いたっていう感じでした。他の方の YouTube の動画で、紹介されている方の中にここがうまくはまんなくってリフィルを固定してくれなくてなんか苦労してるみたいな話があったりしたんで、それは僕が今使ってる範囲では起きていないので、個体差なのか何かかなと思います。ってなことでしたあと今気づいたけど、これマグネットで留めるんで、今ここ鉄なんだけどすげえ吸い付く、キャップの内側じゃなくてもう外側でも結構磁石強いですね。っていうようなことでした。ありがとうございました。ではでは。そして相変わらずちょっとこのマグネット強いのはちょっとマジでちょっと気をつけないとあれですね。ということでした。